チキン南蛮を作りました。こんにちは、料理研究家のかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチキン南蛮を作りたいと思います。はい、ということで今回は定番おかずレシピチキン南蛮を作っていきたいと思います。通常チキン南蛮を作るときはお肉を揚げるときに結構多めの油を使うんですが、今回はですね、少量の油で作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、片栗粉、お砂糖、お酒、おろしにんにく、塩、胡椒、そして揚げ焼きするときにサラダ油を使用していきます。まずね、鶏もも肉なんですが約 350g になります。そしてこちらのお肉はですね、砂糖、お酒、おろしにんにく、塩胡椒で揉み込んでいきます。そうすることでお肉が柔らかくなるのと、あとはにんにくを加えることで味のアクセントがあって美味しい仕上がりになります。そしてお酒に関しましては料理酒ではなくて普通の清酒を使っていきます。それでは続いて甘酢だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酢、みりん、お砂糖、こちらの4つの材料で甘酢だれを作ります。お酢に関しましては今回穀物酢を使っていきます。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、玉ねぎ、マヨネーズ、牛乳、お砂糖、レモン汁、塩、胡椒、こちらの材料でソースを作っていきます。まず玉ねぎに関しましてはこちら苦手な場合は抜いていただいても OK です。入れていただくとちょっと食感も出て美味しい仕上がりになります。そして味のポイントはお砂糖です。ほんの少しね、お砂糖を加えていただくことでまろやかさとコクがアップします。そしてレモン汁に関しましてはこちらはお好みでお酢でも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにソースから作っていきます。ソースに入れる玉ねぎから切っていきます。こちら芯を切り落として玉ねぎはね、みじん切りにしましょう。切り方はやりやすい方法でやってください。はい、でこのようにみじん切りにしたら器に入れます。そしたらここにふわっとラップをして電子レンジ 600W で40秒加熱します。そうすることで玉ねぎの辛みが抜けてさらに食感も残すことができます。では加熱していきます。はい、40秒加熱しました。そしたらラップを外します。すごく熱いのでやけどしないように注意してください。そして玉ねぎを広げてこのままですね、粗熱を取っておきましょう。それでは続いてゆで卵を作っていきます。まず小鍋にお湯を沸かしてください。結構たっぷりめのお湯を沸かしましょう。そうしましたらここに分量外ですが塩小さじ1/2ほど入れてください。卵の殻にひびが入って白身が飛び出てきてしまった時にあらかじめ塩を入れておくとその飛び出た白身がすぐ固まってくれます。なので予防策として入れてます。そしたらですね、こちらの卵をそっと入れましょう。そしてちょっとクツクツ加減を調整してこのぐらいクツクツさせた状態で10分茹でていきます。ちなみにこちらの卵は冷蔵庫からすぐ出しの卵です。ではこのまま茹でていきます。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。そして卵を取り出して氷水に入れます。卵はですね、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。このまま10分ほど冷やしておきます。それではですね、続いて卵を冷やしている間にお肉の下処理をしていきます。まずはじめにですね、こういったね、はみ出てる筋だったりとか、あとは余分な皮、そして油などを取り除いていきます。こちらは気になるところだけ取り除いてください。はい、このようにね、お肉をきれいに整えてください。そしたらですね、こちらに下味をつけていきます。まずはじめにお砂糖ですね。お砂糖をね、すり込んでいきます。裏面にもね、すり込みましょう。はい、でお砂糖をね、しっかりとすり込んだら今度はバットに移します。そしてここにお酒、あとはおろしにんにく、これをねまずすり込んでいきます。このよ
ようにねお酒で漬け込んでいただくとお肉も柔らかくなってかつ臭み取りもできます。そしたら続いて塩コショウですね。こちら軽くで OK です。はい、お肉の下準備はこれで OK です。そしたらこちらはね使うまでこのように上にピタッとラップを貼り付けて置いておきます。だいたい10分から15分ほど置いてみてください。それではねこちらの卵も10分経ったので殻を剥いていきたいと思います。殻を剥くときはまずねこの卵のお尻の部分にひびを入れましょう。そして一皮剥きます。あとはですねこの剥いたところをきっかけに親指の腹を使って卵を撫でるように剥いていきましょう。そしたらねこちらの卵を切ります。まず半分に切ってください。そしてボウルの中にまず卵黄だけ入れます。はい、このように分けておきましょう。あとこちらのね白身の方は適当に刻みます。このね刻み具合はお好みで OK です。はい、白身はこのように刻んでおきましょう。それではねソースを仕上げていきます。まずねこちらの卵黄を潰してください。このように潰したらまずここに牛乳です。そしてよく混ぜます。最初にね卵黄をしっかり滑らかな状態にしていただくと全体的に舌触りも良くなってとてもね美味しいソースに仕上がります。はい、OK です。そうしましたら続いてここにお砂糖、そしてレモン汁、あとは塩コショウ、そしてマヨネーズを加えます。これで混ぜましょう。ここで一度ね卵黄ソースを作ってください。よく混ぜたらこちら粗熱を取っておいた玉ねぎ、そして白身を入れます。あとはこちらをよく混ぜてください。はい、ソースはこれで完成です。あとはね味見をしてその後塩コショウでお好みの味の濃さに調整してください。それでは続いて甘酢を作っていきます。まずお醤油、そしてお酢、続いてみりん、そしてお砂糖を加えます。これでよく混ぜましょう。はい、甘酢はこれで OK です。お砂糖のシャリという感じがなくなるまで混ぜておいてください。それではね最後お肉を仕上げていきます。ラップを取ってそしたらですね一度表面の水分を軽く拭き取ります。裏表ね拭き取ってください。はい、 OK です。それではねここに片栗粉をまぶしていきます。全体にねふるってまぶしましょう。しっかりめにね片栗粉をまぶしてください。はい、 OK です。それでは今からこちらを揚げ焼きしていきます。それではねフライパンを用意してください。まずここにサラダ油ですね大さじ2杯入れていきます。少量のね油でできるのでとても手軽にできると思います。そしたらこちら火にかけます。火加減中火です。このままですね油を1分ほど温めます。はい、 OK です。今ねだいたい1分弱ですね温めました。そしたらですね鶏肉の皮目を下にして揚げ焼きしていきます。揚げる時はですね少しね片栗粉をはたいて入れましょう。では入れていきます。やけどしないようにね注意してください。このように入れてください。片面ですねだいたい3分半ぐらいですねそのぐらいずつ焼いてください。揚げてる最中はね触らないように揚げていきましょう。この時油跳ねには十分に注意してください。はい、今約3分30秒焼きました。そしたら裏返します。裏返すと油跳ねしやすいのでやけどしないようにだけ注意しましょう。裏返します。はい、そして片面はだいたい3分から3分30秒焼いていきます。はい、 OK です。今ねトータルで約7分ほど揚げ焼きしました。そしたら火を止めます。本当に油跳ねするのでやけどには注意してください。こちら取り出します。よいしょ。このように一度取り出してください。そうしましたらこちらをですね一度このまま余熱で3分ほど火入れしていきます。なのでバットに開けてこのまま3分ほど置いてください。そうしましたら今ね余熱で置いている間にこのフライパンに残った油を拭き取ります。はい、フライパンはこのようにね油をきちんと拭き取っておいてください。こちらはまた後ほど使っていきます。はい、それでは
はね3分経ったので食べやすい大きさに切ってください。この時ねお肉が熱いのでやけどしないようにだけ注意しましょう。では切っていきます。はい、このように切ってください。今お肉がねだいたい9割ぐらい火が通っている状態です。最後この後ね甘酢を絡めていくので、そこで最後まで火入れしたいと思います。それではね先ほどのフライパンですね、ここに作っておいた甘酢だれを流し入れます。そして火にかけましょう。まずですねこちらを沸騰させてください。火加減は中火です。はい、OK です。今ね沸騰してその後30秒ほどひと煮立ちさせました。そしたらですねこちらお肉を戻し入れます。やけどしないように注意してください。そしてスプーンなどを使って全体に甘酢をかけていきます。はい、でだんだんねそうすると甘酢にとろみがついてきます。甘酢がお肉の上にとどまるぐらいですね。そのぐらいとろっとしてくれば OK です。そしたら火を止めます。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それではねこちら最後盛り付けたいと思います。このようにお皿に盛ってください。そしたらですねここに余ったね甘酢をかけましょう。そしてあとはソースをのせていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。これで完成です。はい、これでチキン南蛮の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後彩りに上にパセリを散らしてます。こちらはお好みでやってみてください。そしてお肉はとてもジューシーで美味しそうな仕上がりになってます。タルタルソースもねお好みの量をかけて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そしてこのソースがすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチキン南蛮のポイントです。まずお肉なんですが、こちらはですね下処理で余分な筋、脂、そして皮を取り除いてください。そうすることでとても食べやすくなると思います。特にですね脂の少し黄色い部分に関しましてはお肉の臭みの原因になりますので、必ず取り除くようにしてください。そして下処理が終わったらその後はお砂糖を最初にすり込んでください。そうすることでお肉のコクがアップします。さらにお肉も柔らかい仕上がりになります。そしてその後お酒、おろしにんにく、塩コショウをまぶしてそのまま下味をつけておきましょう。そうするとねお肉にも少し下味がついて美味しい仕上がりになります。そしてソースについてのポイントです。ソースにですねお砂糖を少し加えてください。そうすることでコクがアップしてまろやかな仕上がりになります。今回レモン汁を使ってるんですが、お好みでお酢でも大丈夫です。そして卵なんですが、白身と黄身に分けて、黄身は最初に牛乳で溶いてください。そうすると全体的にとてもまろやかな仕上がりになります。そしてお肉を焼く時のポイントです。お肉を焼く時はまずねお肉の余分な水分を拭き取って、そして片栗粉をまぶしてください。そして揚げ焼きする時はですねサラダ油大さじ2杯で OK です。なので通常ねチキン南蛮を作る時よりもすごく油の節約になると思います。そして油をね軽く温めたらお肉の皮面を下にして焼いてください。だいたいですね片面3分から3分半ほど焼いていただくといいかなと思います。今回私はトータルでだいたい7分ぐらい焼きました。こちらの焼き時間に関しましてはお肉の厚みによって適正な時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整してみてください。そして両面焼いたら一度取り出して3分ほど余熱で火入れしてください。そしてその後食べやすい大きさに切るんですけれども、この時ねちょっと熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。そしてあとはですねフライパンの余分な油を拭き取って、そして甘酢を入れてひと煮立ちさせてください。そしてひと煮立ちしたらお肉を戻して、あとはスプーンでお肉に甘酢をかけながら仕上げてください。目安としてはだんだん甘酢にとろみがついてくるので、とろみがつけば OK です。あとはですね作ったソースをかけて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチキン南蛮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画で
お会いしましょう。バイバイ。